あなたは自分が助かるために他人を陥れることができますか？ 1692 年、アメリカマサチューセッツ州のセイラム村の有力者の使用人として働いていた女性ティトゥバは、その家の娘といとこのお世話をしていました。スピリチュアルな話が大好きな思春期の彼女たち。ティトゥバは自分が知っている占いと魔法の話を教えてあげます。しかし後日、そんなティトゥバのもとにある人物が訪れました。それは警察。なんとティトゥバは娘たちに妖術を使った魔女という疑いをかけられ逮捕されてしまうんです。その後の裁判でティトゥバは驚きの証言を行います。彼女が放った一言、それは私が魔女です。アメリカ最大の魔女狩り事件と呼ばれるセイラム魔女狩り事件。逮捕された女性は本当に魔女だったのか。そこには集団心理の闇があったんです。オソスエクスペクトパトローナム、ケンちゃんです。美魔女ヤミヤミコです。本日ご紹介するのはですね、アメリカで起こった最大のね、魔女狩り事件についてなんです。日本だとね、魔女狩りっていう言葉はね、あんまり馴染みはないかもしれません。それはですね、宗教が関係しているんです。キリスト教とかでもですね、魔女っていうのは意味嫌われる存在であって、人間の中にね、魔女が紛れていると、拷問とかね、殺したりとかね、いろんなね、ことをね、してたんですよ。これをね、総称して魔女狩りって言うんですけど、日本人から魔女って言ったらさ、ドレミちゃんとかマジレンジャーとかその結構いい感じのイメージだね。平和だな。まずはね、この悲惨な魔女狩りが始まるに至った経緯を見ていきたいと思います。小さな村を襲った悲劇。遡ること329年前の1692年、アメリカマサチューセッツ州セイラム村が今回の舞台。この村はもともとイギリスでの弾圧から逃げ延びた正教徒、いわゆるピューリタンが起こした村でした。その年、セイラム村は大寒波に襲われており、身も凍るような日々が続いていたといいます。そんな村の有力者の一人にパリスという牧師がいました。彼の家では9歳の娘ベティとそのいとこである11歳のアビゲイルが仲良く遊んでいたんです。その遊びとは高齢会。日本でいうコックリさんのように霊を呼び出して話をしたり、将来の結婚相手を占うという遊びでした。思春期の彼女たちにとってこの遊びはとても刺激的だったんです。そんな少女たちをキッチンから温かく見守る一人の女性、この家の使用人であるティトゥバなんです。ティトゥバは遊んでいる少女たちに声をかけ、自分が知っている占いと魔法の話を教えます。ティトゥバはですね、少女たちが知らない話をね、たくさん知っていたんです。そんなこともあってですね、少女たちはね、彼女の話を興味津々で聞いてたんです。ティトゥバが少女たちに魔法の話をして以降、少女たちの体にある異変が訪れます。ぼーっとしていたかと思うと、急に気声を発したり、体が異常にねじれたり、時には痙攣を起こすこともありました。少女の父親であるパリス牧師は娘たちの気候に驚き、すぐさま病院へと連れて行きます。しかし医者もその原因を突き止めることができません。ついにはこう言ってサジを投げるんです。悪魔に取り憑かれたとしか思えない。冗談言ってないでちゃんと調べなさいよ。当時はね、医学がね、未発達だったんで、結構信仰心の強い村人にとってはね、冗談とかそういうレベルじゃなくてマジで怖かったんでしょうね。ガチで言ってんの？科学も発達してないし、教育受けてないとこれがね、科学的なのかっていうね、多分そういう認知すらできないと思うんですよね。少女が悪魔に取り憑かれたという噂が村に広まると、他の少女たちにも似たような現象が起こるようになりました。その数なんと12人。こうしてじわじわと広がっていく悪魔の呪いに、村人たちは強い恐怖を抱くようになるんです。一方パリス牧師は自分の娘たちをこんな目に遭わせた犯人を探していました。ピューリタンの世界観では災いは魔女の仕業とされていたんです。もともとピューリタンは信仰心が強いのが特徴で、この世界観は絶対的なもの。このまま魔女を放っておいてはもっと恐ろしいことが起こる。パリス牧師は魔女探しに躍起になるんです。村の少女たちに魔女の疑いがある人物の名前を言うように何度も話を聞くんです。パリス牧師の必死の訴えが通じたのか、ついに少女たちは3人の女性の名前を挙げます。まずグッドとオズボーンという2人の女性、そして3人目はパリスの牧師の使用人ティトゥバでした。警察はすぐさまその3人を逮捕。彼女たちは少女に呪いをかけた魔女として投獄されてしまうんです。ドレミちゃんとかマジレンジャーとかも魔女の宅急便とかさ、魔女そんな悪いイメージなかったわよ私。日本だとね、アニメの影響もあってか、結構魔女に対しては軽いね、イメージもあるんですけど、そこはね、結構文化の違いっちゃ違いですよね。だとしてもさ、名指しされた3人って本当に魔女だった。魔女と呼ばれた女たち。
少女たちが魔女だと告発した3人の女性。彼女たちにはある共通点がありました。それは村で非常に弱い立場の人間だったということ。少女たちに魔法の話をしたとして逮捕されたティトゥバは南アメリカ先住民の黒人奴隷。魔術を使ったとして逮捕されたグッドは貧しい家の女性。教会に通わなかったことを理由に魔女だとされ逮捕されたオズボーンは長い間病気に侵されていました。もちろんこの3人の女性は魔術など使えない一般市民。しかし少女たちのでっち上げで逮捕されてしまったんです。なぜ少女たちはこの女性たちの名前を挙げたのか。当時パリス牧師は魔女を見つけるため少女たちを何度も強く問いただしていました。悪魔の呪いによってパニックが広がっていた村人たちはみんなこの少女たちの証言を求め注目していたんです。そのプレッシャーはまだ9歳や11歳の幼い少女たちにとっては辛く重くのしかかっていたことが想像されます。少女たちはその詰問から逃れるため立場の弱い3人の女性に責任をなすりつけたんです。ひどい。完全に嘘じゃない。そうなんですよね、大人にね誘導尋問されて、あいつらは魔女なのかっていうね、こういろいろ質問されたのかもわかんないですけど、どっちにしろはっきりしているのはあの3人は魔女ではないということなんです。しかし裁判で再び驚きの事件が起こるんです。逮捕の翌日から早速彼女たちの裁判が始まりました。最初に尋問を受けたグッドとオズボーンは必死に容疑を否定します。しかしそこでもまたおかしな出来事が起こるんです。裁判を傍聴していた2人の少女が突然床を転がりながら暴れ始めました。そしてこう言い放ったんです。グッドとオズボーンが魔術を使った。これが決定的な証拠となり彼女たちは有罪になってしまうんです。魔女じゃないのにさ、なんで少女たちおかしくなってんの。いろんな説があるんですけど、それは置いといて原因はね、この時ね村にはね寄港してわーって暴れてしまう少女がね、めちゃくちゃ増えてたんですよ。そういうね悪いタイミングってのもあって結局ねこういう事態になってしまったんですよね。魔女として有罪を受けた2人はその後悲惨な結末が待っていました。病気を抱えていたオズボーンは有罪判決からほどなく獄中で死亡。グッドは逮捕時に妊娠しており獄中出産をするんですがすぐに赤ちゃんは死んでしまうんです。グッドは悲しみに暮れる中絞首刑に処されました。そしてもう一人の告発された女性ティトゥバはというとなんとただ一人釈放されたんです。告発された女性の中でただ一人釈放されたティトゥバ。彼女はなぜ釈放されたのでしょうか。その理由は裁判での彼女の証言にありました。実はティトゥバは自分は魔女だ、悪魔の命令で魔術の練習をしたと告白。さらにそれを自分に強制したのは共に逮捕されたグッドとオズボーンだと証言したんです。もちろんティトゥバは魔女なんかではありません。なのになぜ彼女は魔女だと自白したのでしょうか。この背景には自白すれば減刑されるというピューリタン独自の法解釈があったんです。この法解釈のおかげで魔女であることと共犯者を自白したティトゥバは極刑を免れたどころか晴れて自由の身となったんです。彼女は別のイギリス人入植者のもとへ雇われていったというんですが実際その後の人生についての記録はないんです。つまりこの裁判は無実の罪をかぶって処刑されるか他人を撃って自分だけ助かるかの究極の選択だったんです。もちろんさ、他人を売るなんてさダメだっていうのは当たり前だけど、自分がもしその立場になって言わなければ死刑ですっていう立場になったらさどうなるかっていうのも分かんないよね。売りそう。このセーラム魔女裁判ではですね、スケープゴート、そして同調圧力というね、2つのキーワードが見て取れるんです。ここでね、メトラキーワード。同調圧力とは同じような社会的立場の人間が所属するグループ内で少数意見を発する者に対して多数意見に合わせるように誘導することなんです。私たちの身近なグループでは地域共同体や職場などが該当します。そしてもう一つのスケープゴートとは生贄になるもののことなんです。人は組織や集団になると不満や憎悪を他の対象に向けることで解消しようとする傾向があります。その不満や憎悪のはけ口にされるのがスケープゴートなんです。社会科学実験によるとどの民族であれ同調圧力には弱いという結果が出ています。一旦同調圧力が強まるといくら理性が働いていても場の空気に逆らうことが難しくなるんです。逆に理性的であればあるほど場の空気に逆らって自分が不利になることを避けるもの、その犠牲者がスケープゴートなんです。集団になると強い力が働き、たった一人の理性そして倫理は無力になってしまうんです。人間って弱いのね。魔女狩り裁判はまさに人間の集団心理によって生まれてしまった悲劇。そしてこのセイラム魔女裁判はさらなる悲劇を生むんです。魔女より怖いもの。最初に告発された3人の女性の裁判が終わってもなお新たな魔女の告発が相次ぎます。それは女性だけでなく男性や老夫婦、4歳の少女にまで広がっていったんです。そして魔女として逮捕されたのはたった3ヶ月でなんと
100人、牢獄はパンク状態になってしまうんです。そして告発が増えるに従って、それまでとは毛色が異なる告発の形も見られるようになるんです。例えば町の有力者の一人であったレベッカ・ナース。彼女は村の貧困層との間でたびたび土地に関する問題でトラブルを起こすことがありました。なんと彼女は何者かによって突然魔女だと告発され、絞首刑に処されたんです。これはおそらく彼女に恨みを持つ人間による報復ともいえる告発。魔女狩りは次第に村の財産や権力争いの中で邪魔になる人物を排除するための手段として使われるようになったんです。しかし中にはこの異常な流れを止めようとする村人もいました。ただ実際にそれを口に出せばどうなるか、それは自分が排除されるんです。実際妻が魔女だと訴えられたことへの疑問を口にしただけで、お前も魔女だと告発されてしまうんです。こうして本来の目的を見失ってしまった魔女の告発合戦。しかしその波に逆らうような空気の読めない発言をすれば、たちまち自分が排除されてしまう。そんな恐怖心が多くの村人の口をつぐませたんです。最悪の展開になってるじゃない。同調圧力がやばすぎて、もうこうなるとね、誰か一人が先導してこういうことをしてるんじゃなくて、もう各地でね、もう悲惨なことがね、もう押し付けなすりつけ合いみたいなね、起こり始めてるんですよ。誰かがさ、間違ってるってさ、声上げないと止まんないんじゃないこれ。はい魔女ってなっちゃうんですよ。ここでね、救世主が現れるんです。悪夢の終焉。セイラム村の魔女狩りはついに村を越え、近隣の町の人たちまで魔女だと名指しされるようになったんです。しかしこれが結果的に事態を大きく動かすきっかけに。村以外の人が魔女狩りに巻き込まれ始めたことにより、セイラム村は多くの注目を集め、魔女狩りを批判する世論も高まったんです。さらに地域のトップともいえる総督の妻が魔女として告発される事件が起こりました。これを機に総督自ら魔女狩りを終わらせるため村の裁判に介入します。総督って何？日本でいうとね、都道府県の知事みたいなもんですね。総督は魔女裁判において根拠のない怪しい証拠を全て却下。さらに魔女として収監されていた人、すでに死刑の判決が出ていた人に恩赦を与え釈放しました。これでセイラム村を恐怖に陥れた魔女狩り事件はあっけなく幕を閉じるんです。しかし一つだけまだ解決していないことがあるんです。それは魔女狩りの発端となった少女たちの帰行の原因。少女たちがなぜ突然奇妙な行動をとったかということは、その後の調査で様々な仮説が挙げられているんです。一つは抜核菌による中毒説。抜核菌とは主にライ麦から発見される菌なんです。中毒になると転げ回るほどの激しい痛みがお腹に走ったり、幻覚を見るなどの症状が出ると言われています。セイラム村がある地域は当時気候などが抜核菌の繁殖に適した条件だったことが分かっています。少女たちは抜核菌が繁殖したライ麦パンなどを食べ、中毒症状が出ていたのかもしれません。2つ目の仮説は集団ヒステリー説。集団ヒステリーとは、1人が痙攣や呼吸困難を起こすと次々と周囲の人にそれが伝染し、同じような症状に陥ってしまうこと。果たしてどの仮説が正しいのか、それとも全て違うのかは定かではありません。ただこの魔女狩りがここまで最悪な事態になったのは、単純に少女たちの告発だけが問題なのではないんです。それを周囲の人間が盲目的に信じ、魔女と告発された人を徹底的に排除しようとしたことが原因なんです。周りに流されず自分の考えをしっかりと発言する勇気を持つこと、そして他人の発言にもきちんと耳を傾ける努力を怠らないようにすれば、このような悲劇は二度と起こらずに済むのではないでしょうか。